full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such aはい、皆さんこんにちは。コーヒーサムライです。今日はですね、ちょっとここに見切れてますけども、ちょっと趣向を変えてお送りしたいと思います。ここに並んでおりますのはですね、いわゆるワイングラスというやつなんですね。で、私がですね、実はコーヒー雑貨専門でこのチャンネルはやってるんですけども、仕事柄ですね、コーヒー雑貨はもちろんのこと、ワイン関連の雑貨の方も取り扱う仕事もやっておりまして、なのでね、コーヒー関連の雑貨、そしてワイン関連の雑貨も実はある程度ね、こう仕事でこう知識がね蓄えられているので、最近ね、その中でなんで急にね、今回これをワイングラスを持ってきたかと言いますと、最近コーヒーの業界でもワイングラスでコーヒーを飲もうみたいな、そういった風潮がちょっと出てきた感じがしたんですよね。で、よく考えたらですね、ワインもブドウの品種とかそうだ製法がいろいろありまして、コーヒーもね、農作物じゃないですか。いろんな種類があって製法がいろいろあると。ちょっと前までは結構そのワインの業界の10年後コーヒーがこう後を追っているみたいなねと言われる時があったんですね。今はね、またちょっと全然違う状況にはなってるんですけども、例えばワインでいうソムリエさんという位置づけにコーヒーのバリスタさんというね位置づけがどんどん有名になってきました。似てるんですよね、ワインとコーヒーって結構趣向的に。こういったワイングラスというのは様々な形状があるんですね。で、この形状なんでこんなにたくさんあるのかって言いますと、ワインのブドウ品種によってそのブドウに合った形状というのが実はワイングラスというのはあるんですよ。例えばこういったね大ぶりのこういったブルゴーニュグラスという形状したグラスなんですけども、こういったブルゴーニュグラスというのはピノノワールと言いますけども、ピノノワールのワインによく合う形状というふうに言われております。例えばこういったもので飲む場合、ピノノワールをね最大限にこう味わいと香りを引き出してくれるというようなね、そんな形状でできているんですね。で、各そのブドウ品種によって形状というものがありまして、そのねどれだけそのポテンシャルを発揮できるかっていうふうに計算されて作られているんですね。で、そういった意味でこういったワイングラスというのはすごい発展してきたんですけども、今日はねそういったことを踏まえて、コーヒーをなんでワイングラスで飲み始めたのか、最近ねそういった風潮になってるのかというのを、このワイングラスの初歩的な雑学からですね、今日はお話ししたいなと思います。コーヒーサムライチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ、行ってみよう。はい、では早速やっていきたいと思います。今日はねコーヒーをワイングラスで飲もう、ワイングラス入門編みたいな、そんな感じでねやっていきたいと思います。一応ですね、私の方が常日頃ですねコーヒー雑貨の仕事をやっていて、実はもう一つですね、そのワイン雑貨の専門で仕事をしてるんですね。なので日頃ねこうお話しするのは、例えば飲食店さんですとか、そのレストランさんですね、あとワインバーさんですとか、ワインショップさんとかですね、ソムリエさんとお話しさせていただくこともたくさんありますし、例えばね要望に応じてこういったグラスがありますよとか、ワイン雑貨ありますよとか、そういったことをね結構話すんですね。で、今回はワイングラスということで、まずかいつまんで言いますと、ワインなんですが、ブドウ品種によってそのブドウ品種のポテンシャルを一番こう上げてくれる形状っていうのがある程度ね定まってるんですよね。例えばこれ結構代表格ではあるとは思うんですけど、リーデル社ですね。リーデルグラスって結構皆さん知ってらっしゃる方多いとは思うんですけども、これはリーデルパフォーマンスというシリーズの、ブルゴーニュグラスになりますね。ブルゴーニュグラスというのは、いわゆるピノノワールというブドウ品種のポテンシャルをかなり発揮をしてくれるというね、そういった形状になっております。すごいね、ブルゴーニュグラス各メーカーこういったボールがこういった形状が多いですね。これが基本的にはブルゴーニュグラスというね、名称で通っております。それで説明した通り、ブドウ品種によってこの形状がいろいろ分かれていて、そのブドウの一番ポテンシャルを発揮してくれる形状というので、名前がついているというのがワイングラスのね、主な形状の違いというかね、そんな風になっています。
であとねワイングラスで大きくね2つに分かれるんですけども、最近ね結構流行っているのがオールハンドメイドのグラスなんですよね。例えばなんですけど、これで結構有名なグラスなんですけど、ザルトというねオールハンドメイドのグラスです。いわゆるハンドメイドで作られたグラスで、このハンドメイド系のグラスの特徴というのは薄くて軽いんですね。生地がすごい薄い。なのでこれでワインを飲むと、この舌触りとかね、温度がすごい伝わりやすいとか、とにかくねこの薄くて軽いので高級感が漂うグラスなんですね。と、逆に耐久性を重視したものっていうんですかね、これなんか結構有名なメーカーですけど、ショットツピーゼルというですね耐久性抜群のメーカーさんですね。これなんかは、ちょっとね生地は若干厚くなるんですけど、重さもね少し増えちゃうんですけど、耐久性が抜群なので、結構そういった飲食店さんとかレストランさんではよく使われるグラスになります。あとその他ねマシンメイドと言われるマシンで作ったもので、通常のね、グラスといいますか、そういったものでできているものもありますね。耐久性も普通なんですけど、ハンドメイドほども薄くも軽くもないんですけど、ある程度価格が抑えられているといったようなねそんな感じですね。それぞれね良し悪しというのがあるので、各メーカーさんねそれぞれその使い方に合った選び方というのができるようにはなってるんですね。ここまでが、ワイングラスの概論なんですけども、ワインのグラスセミナーというのがあるんですよ。初級編から上級編みたいなのもあるんですけども、例えば同じ赤ワインを飲む場合ね、例えばですねこういったグラスで、赤ワインを入れて飲むのと、例えばですねこういった通常のタンブラーってやつですね、これで飲むと。これに同じワインを注ぐわけです。テイスティングをそれぞれするんですね。そうすると、よりこの形状に合った赤ワインの場合はもうね香りも味ももう全然違うぐらい、もうこれね素人でも分かるぐらい大きく違うというのがね、実はそういったグラスセミナーというワインの世界ではあるんですけども、そういったものをね結構僕も何回か受けてきてるんですね。そういったワインでもこの飲む形状によってそこまで変わるんだったらコーヒーも変わるんだろうということで多分最初始まったんじゃないかなと予測はしてるんですけども、おそらくねその通りだと思います。例えばお茶とかもうジュースとかでもですね、合う形状と合わない形状で飲み比べるともう全然香りが違うんですよ。コーヒーももちろんね同じ現象になるんだろうということで、ワイングラスでアイスコーヒーを出すとこが結構増えてきたのかなと思います。で今日なんですけども、今日はグラスセミナーコーヒー編でコーヒーの製法があると思うんですけども、例えばそのナチュラル製法のコーヒーはいわゆる赤ワインと同じっていう位置づけ、になるかなと思うんですね。つまりその乾燥をさせる時に果肉をそのままつけてナチュラルでね、製法をやった時に赤ワインも結局そのなぜ赤いかと言いますと、ブドウのね皮とか種子なんかを一緒にね取り除かないでワインにしたものというのが基本的に赤ワインと呼ばれるものなんですね。ナチュラル製法が赤ワインとすると、ウォッシュドは逆に取り除く製法になるので白ワインと同列になるのかなという感じでね、理論的にはなるかと思います。で今日はですねウォッシュドの豆をいわゆるホワイトワイングラスで飲んだらどうなるかみたいな、そんなことを今日はやってみたいと思います。今回ねこの4つを選んでみました。4つって言ってもねこれは赤ワイン用のねブルゴーニュ系のグラスなので、これはちょっと後で覗きますけども、今回ね選んだのはハンドメイド系のグラスです。 HTT というね名前のワイングラスのシリーズになります。今回用意したのはこれ白ワイン用のグラスですね。はい、こんな形状になってますね。どっちかというとフレッシュな感じのね白ワインに合った形状をしております。もう一個ねちょっと持ってきたのがこれ変わった形状してますよね。ちょっとブルゴーニュグラスに似たような感じなんですけど、これはいわゆるモンラッシェグラスというものです。モンラッシェというのは、ホワイトワインのどちらかというと重いタイプのバターのようなねそんなホワイトワイングラスによく合うグラス形状をしております。今日はウォッシュドをホワイトワイングラス2個をね使いたいと思います。これでも美味しいと思うんですけどね、すごいおしゃれじゃないですか。アイスコーヒーこれで飲んでもすごい美味しいかなと思います。例えばナチュラル製法の場合ね、これなんか入れるといいんじゃないかなと予測してます。実はまだ試してません、私ね。これから今日初見でございますので、はい。あともう一つはですね、通常のタンブラー系のグラスですね。こういったものを用意しました。なんで用意したか。アイスコーヒーをワイングラスで飲もうという初歩的なコーヒー
ワイングラスセミナーみたいな感じになるので、そのね、比べるためのグラスが必要なんですね。例えばこれ紙コップとかでもいいです。これに同じコーヒーを入れます。で、飲み比べてみましょう。先ほどあらかじめ入れておきましたブラジルのウォッシュドですね、これを入れていきたいと思います。非常に美しいですね。はい、ではね、早速違う形状のグラスに入れてみました。飲んでいきましょうか。はい、ということでちょっとね飲み比べてみました。率直に言いますとナチュラルの方が分かりやすいんだろうなという感想です。今度また回を置いてねナチュラルやってみたいと思うんですけど、ワインほど違いというのは正直難しいかもしれないですね。途中で僕このモンラッシェのグラスからブルゴーニュグラスにちょっと変えてみました。これはより分かりやすいかなと思ってあえて変えたんですけど、こことここはね明らかに香りがまず違いますね。形状を見れば明らかにもう一目瞭然かとは思うんですけどね、香りはもちろんここにねアロマがたまるような感じなんですけど、あと味わい的に何が違うのか、ちょっとねこっちの方がなんとなくやっぱり雑味をよく感じちゃうかなって思うんですね。このブルゴーニュグラスで飲んだ方がもうちょっとこう雑味が抑えられてなんかまろやかになるような感じで飲めると思います。でもう一つね、こちらのどっちかというとフレッシュな感じのホワイトワイングラスで飲んでみます。一番すっきり飲めるかもしれないです。この形状だったらね。ワイングラスなんであんまりねこう温度が高いのだと割れちゃう可能性あるので気をつけた方がいいんですよね。なのでアイスコーヒーでねあえてこうやって飲んでるんですけど、やっぱねこれ氷が冷たくてある程度たくさん入れちゃうとちょっと味わいがね少し薄まっちゃうじゃないですか。変化というものが少し分かりづらいかなという感じの印象はあります。なのでもっと分かりやすいそのアナエロとかそういったナチュラル系のものでやるとより顕著にね違いが出るかなといったそんなまず印象になりました。例えばねよく僕雑貨だったらばデザインがいい方がやっぱりすごいいいよとか言ったりもするんですけど、お店でねこうやってアイスコーヒー出てきたら結構嬉しくないですか？おおって感じですよね。こういったステータスっていうんですかね、道具を使う楽しさっていうのも正直あるかなとは思います。その日頃ワインをたしなまれる方いらっしゃいましたら、コーヒーでもやってみようかなというふうにね、やってみて見るのも面白いかなと思います。ちょっと僕もねこれから後編とかやっていきたいと、このシリーズでね何回かちょっと僕もやってみたいと思います。あとくれぐれも気をつけてください。コーヒー熱いのは入れないでくださいね。特にハンドメイド系のグラスは一発で割れると思うので、なるべくこう冷ました濃厚に入れたコーヒーとかでも面白いかなと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。いやーこれね今日は僕も初見でやりましたけども、もうラム酒のようなね香りがするものってあるじゃないですか。少し冷ました状態でこういったようなねブランデーグラスとかでアナエロのコーヒーをこうね冷ましたやつですよを飲むとまた香りがすごいいいんですよ。それね前ちょっと一回やってみたんですよね。マキネッタで入れたアナエロ強烈すぎるんですけど、もうブランデーみたいだと思ってこれで飲んだら最高にねこうハードリカー好きにはたまんないぐらいの、感じになったんですよ。そういった方のが正直分かりやすいかなというふうに思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画いかがだったでしょうか。いいねと思っていただいた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。でまたコーヒーサムライブログ、ツイッター、インスタ、そして TikTok なんかもやっておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思っております。それでは皆様素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。